角獣をおとなしくさせられるのは純潔な乙女だけだと中世では考えられていました。それならその乙女自身が一角獣だったらどんな姿になるでしょうか。今回は約500年前のタペストリーに描かれた一角獣を人と獣の境界にいる少女として作ることにしました。元にしたのは15世紀末頃に制作された有名なタペストリー、一角獣の狩りの一枚です。僕の中ではずっと一角獣といえばこの姿という存在でした。囲いの中に静かに座る白い一角獣、周囲には植物が生い茂り、白い体だけが浮かび上がっています。捉えられているというより自分の意志でそこにいるように見えました。僕が作る少女にも同じような距離感を残したいと思いました。危害を加えることはない。でも触れることは許されない。美しいけれどすぐには近づけない。そんな人外の少女です。目を大きくしすぎず、人間の顔にあるようなわずかな歪みも残します。性別をはっきり決めすぎない中性的な顔と、人間ではないことを示す長く尖った耳。そんな顔を探しながら造形していきました。顔は少しずつ形になっていったんですが、大きな問題は下半身でした。最初に作った身体は下半身の厚みがなく平らで、その上に人間の上半身がただ乗っているように見えました。というより、下半身から上半身がニョキッと生えている、少しキノコのような奇妙な状態でした。人間の上半身と4本足の動物の体。空想上の生き物なので正解の骨格は存在しません。でも正解がないから自由に作っていいわけでもないんですよね。おかしいことはわかる。でもどこを直せばいいかわからない。そこで馬や鹿、ヤギなどの骨格を調べました。さらに参考にしたのがボッティチェリのパラスとケンタウロスです。よく見ると人間と馬の身体がつながる部分には想像していた以上の厚みがありました。僕は華奢な少女を作りたかったので身体を太くすることに抵抗があったんです。でも華奢に見せることと骨格まで弱く作ることは全く違うものでした。そこで人間の胴の付け根、骨盤のあたりと動物の胸郭が重なる部分へ粘土を足していきます。太くなりすぎないように削ってまた足して角度を変えて確認する。これを何度も繰り返しました。厚みを加えていくと上半身と下半身の間にようやく力の流れのようなものが生まれました。上半身がニュッと生えているのではなく、最初からこの骨格で生まれてきた存在かのように見える。架空の生き物を作るときも本物らしさを作るときは中にどんな骨があり、どんな筋肉で体を支えているのか、見えない部分を考えることで初めて存在に説得力が生まれるんだと思います。この少女の角には最初から本物の水晶を使うと決めていました。水晶を角にするためには仕上げた顔の額へ穴を開けなければなりません。正面、横、斜めから水晶を何度も当てて位置と角度を確認し印をつけます。下穴も開けました。それでも最後にドリルの刃を入れるのは感覚が頼りです。位置が少しでもずれれば顔の中心が変わる。角度がずれれば角が傾いて見える。穴が浅ければ強度が足りず、広げすぎると頭が割れたりするかもしれません。粘土なので修復すること自体はできます。ただ一度作ったこの顔を完全に同じ形へ戻すことはできません。ここまで作った顔を壊したくない。少し呼吸を整えてあとはもうやるしかないという思いで作業をしていました。必要だったのは水晶とわかる透明感、顔に釣り合う長さと太さ、そして鋭く面の立った先端です。作品に合う一本を探して数ヶ月間かけて数十店舗を回りました。この水晶を見つけたときは大きさ、透明感、形の鋭さを見てすぐにこれだと直感しました。
変わり続けることができる粘土と簡単には変わらない水晶。その正反対の2つを1つの身体に合わせます。面には歪みやわずかなガタつきがあります。でもその不完全さを含めて人の手では作れない自然の形にすごく魅力を感じています。そして塗装です。全体的に白を基調にしていますが、真っ白にはしていません。灰色やセピアで影を作り、ピンクや赤を重ねてわずかな生命感を残します。塗料のざらつきも完全には消しません。目指したのはシルクやウールで織られたタペストリーが長い時間をかけてしっとりと変化したような白です。古びてはいるけれど死んではいない。約500年という時間をまといながら今も生きている存在に見えるように少しずつ色を重ねました。目の表面を磨いているとある瞬間光が小さく反射しました。それまでは粘土とガラスだったものが急にこちらを見返したように感じます。完成後はタペストリーの空気を感じられるように生花を使用しました。もともと小さな花が群生しているところへ行って実際の植物と自然光の中に人形を置いて撮影しています。もしこの少女が本当に生きているならどんな花園にいるだろう。そう考えると室内に作った背景ではなく風や光のある本物の植物の中で撮ることが重要でした。花の中へ置くと白い身体が植物の間からスッと浮かび上がりました。水晶の角にも光が入り小さく光を返してきます。その瞬間は人形を撮影しているというよりそこにいた生き物を少し離れたところから見ているようなそんな感覚になりました。この一角獣の少女は作品集ドールメーカーズグリモワールの表紙にも選びました。これまで作ってきた少女人形、猫や狐の頭を持つ獣人たち、鉱石を宿した鳥や虫、それぞれ別々に作ってきた世界がこの一体の中でつながったと感じたからです。作品集にはアリスや魔女をテーマにした少女、幻想的な獣人や鉱石を使ったオブジェなども収録しています。あなたなら約500年前のタペストリーに描かれた一角獣をどんな姿にしますか？あるいは心に残っている絵や美術作品を立体にできるとしたら何をどのように描いてみたいですか？ぜひコメントで教えてください。約500年前の一角獣は人と獣の境界にいる存在となりました。これが僕の作った一角獣の少女です。